しゃいませ、こんにちは、まなつです。今週は2月8日日曜日に幕張メッセで開催されたワンダーフェスティバルにディーラーとして参加した時の Vlog をゆったり撮ってみたので、こちら最後まで見ていただけると嬉しいです。はい、この日は大変な雪でしたね。朝起きて窓見たら外真っ白でびっくりしました。電車は無事動いてたんですけど、海浜幕張駅降りてからね、幕張メッセまで10分ぐらい歩くんですよね。その時もとにかく滑らないようにこうしてね、一生懸命気をつけて歩きました。荷物は会場にすでにある状態にしてあるので、当日はリュック1個背負ってたくらいでしたけど、中にはねキャリーケース持って歩いてる人ももちろんいらっしゃいますし、もうみんなねこけないように気をつけようねって思いながら歩いてました。このエスカレーターの銀色のところがほんと滑りやすくて滑ってましたね。超怖かったです。はい。で、だんだん歩いていって、会場近づいてきました。ワンフェス来たことある方は見たことあるかなと思います。あの看板ですね。はい、雪にまみれた看板。ワンフェスね、何年か前にも雪がすごい降ってた時があったみたいなんですけど、私その時行ったことなくって、その時もね、すごかったみたいで、今回はマシだったのかな。いや、でも大雪だよね。慣れてないもん。というわけで私はディーラーとして出るので、このまま左に向かいます。一般のお客様とか雪の中待ってたんだなって思うと、本当お疲れ様でした。寒かったよね。はい、会場内入ってきました。ディーラーパス持って首にかけて自分の卓に向かいます。今回ホール4、4の9の2で、ちょっと私遅れてたので急いで向かってます。前日搬入は卓のテーブルの上に荷物ボンって置いた状態にしてあったので、会場までね展示品の準備をしたりして設営していきたいと思います。この時8時50分ぐらいだったかな。はい、で着いたらもう結構組み立て終わってました。ありがとうございます。レイブレッドモンスターはスブニールとレッドライトの合同タッグっていうことでやってます。こんな感じでね、今回フェイス新作が7種類あって、この一部デザイアメイデン、メディックとレイダー。ユキップとクロマはワンフェスで初めての販売でしたね。女神デバイスゾーンです。お顔がたくさんです。私も設営準備していきます。改めまして、レイブレッドモンスターというディーラーとしてワンフェスに出展させていただきまして、主に美少女プラモデルの表情を着せ替えできるフェイスパーツを作ってます。今回は女神デバイスとアルカナディア、フレームアームズカール、武装神器、アリスギアアイリスのキャラクターをいくつか販売させていただきました。フェイスパーツは基本1人のキャラクターに対して6種類の表情を作ってまして、今回新作7人いたので、ワンフェス用に42種類お顔デザイン作りました。今その6種類のお顔を展示用に準備しているところです。新作7人と旧作もかなり人数いたので、9時50分までには準備を終えて卓の内側にいなきゃいけなかったので急いで作業してます。これで完了ですかね。華やかでお顔いっぱいになりました。ではこの展示でね、1日販売していきたいと思います。
ちらが今回販売する商品のストックです。この仕切りは手作りでぴったり入るように作ってます。で、お客様はこちらのお品書きを見て注文してくださるんですが、ちょっとでかすぎましたね。横にすごい長いので探すの大変だったかなと思います。はい、開場しました。会場内冷たい風が時々入ってくるって感じですごい寒かったです。印象的だったのが、うちが現金のみでのお支払いだったので、会場すぐお客様がね、手がかじかんでお札が数えられませんっていう方結構続出してて、お寒い中本当にありがとうございました。ワンフェスは夏も過酷なんですけど、冬は冬で過酷ですよね。外の雪の中にいたんだからかじかむよね。ちなみに個人的に冬のワンフェスであったらいいなって思うものなんですけど、雪関係なく北海道は体に張りまくりました。服の場所によってなんですけど、外からの風がもう直で届くところあるので、会場内移動してると扉に近い場所は結構寒かったです。寒さ対策必須でやっていきましょう。あと絆創膏ね、冬の乾燥で指切りやすいので段ボールとか開けたりしてる時にやりがちなので私は持ってってます。あとハンドクリーム、お札がね乾燥で数えられないってこともあるのでこまめにつけてます。あと映ってないですけど、計算が私とっても苦手なのでスマホのアプリの販売レジっていうアプリを使って計算してってます。計算がとっても楽なのでお釣りも間違えなくていいし、かなり便利なのでおすすめです。はい、アイテムが少しずつ減ってってます。ありがとうございます。このね、レイブレットモンスターのために来ましたって言ってくださる方もいらっしゃいましたし、たくさんね、見てくださる方いてすごい嬉しかったです。頑張ってよかった。3時ぐらいですかね、少し落ち着いてきたので、店番を別の人にお願いして買い物に行ってきました。少し紹介させてください。まずこちら、ホットドッグ12分の1。超かわいいホットドッグ。こちらはカフェコンレッチェさんで購入しました。あと女神のトートバッグ、こちらもカフェコンレッチェさんです。かわいい。そしてこちらは縫い用なのかな、縫いにつけるポシェット、長さも調節できるみたいでデザイン可愛くて買っちゃいました。こちらはディラー名書いてなくて私も忘れてしまってごめんなさいなんですけど、4の6のあたりのディーラーさんだったと思います。他にも可愛い小物たくさんありました。たい焼きのポシェットも気になっちゃったな。後から気づいたんですけど2つともうさぎちゃん選んでました。裏もすごい可愛い。そしてこちらはもうイベントごとにほとんど買ってるんじゃないかなと思います。うずら小屋さんの12分の1のお洋服です。本当に可愛い。今回結構悩んじゃって可愛いお洋服多いのでね。ただやっぱりその季節っぽい服私買いがちだなって思ってて、冬らしいもの選んじゃいました。シンプルなんですけどね、ニットワンピ。誰に着せようかな。こちらはルーズレッグウォーマーかな。このニットワンピに合いそうと思って買いました。はい、今回こんな感じです。他にもたくさん見てきました。私原神が好きなので原神の瓦礫展示見たりとか、いつか欲しいなって思いながら楽しんできました。そんなわけで到着までは雪で大変だったんですけど、ワンフェスとっても楽しかったです。来年のワンフェスはね、冬2日間開催とのことで、レイブレットモンスターもどうなることやらという感じですが、またワンフェス出れたらいいなと思います。今回もハモト様からね、許諾いただけたおかげでとっても楽しいワンフェス過ごせました。もちろんレイブレットモンスター来てくださった方、商品買ってくださった方、皆さんありがとうございました。やっぱワンフェス行くとモチベーション上がりますね。
私もこういうの作ってみたいなとか思うし、もっと可愛いお顔作るぞってなるし、頑張ります。ということで、こんな感じで普段イベント参加してます。今回はいつもと違う動画になりましたが、いかがでしたでしょうか？あんまり会場の様子とかわからなかったかもしれないですが、誰かの何かの参考になってたら嬉しいです。てなわけで、撤収作業に入りまして、綺麗にプラモたちが片付きました。撤収完了です。この段ボールはヤマトさんかな？ヤマトさんに出しに行きます。帰り5時半ぐらいかな。雪ももうすっかり溶けて安心して歩けるようになってました。皆さんお疲れ様でした。では次回も何か作っていきましょう。また来週お待ちしております。